気に入った道具ができましたのでご紹介です。これフィリップスの2番ドライバー。もともとはスナップオンの小さなマイナスドライバーだったのですが、先端が折れてしまいまして、このサイズでフィリップスの2番ドライバー欲しいなと思い作ってみました。使ったのはエスコさんで扱いのありますベラのビット。これ面白くてシャンクとても細いのにフィリップスの2番なんです。その径は 3mm ほど。普通フィリップスの2番というとだいたい径は 6mm 以上となりますから、随分と細くなっています。それでいてネジへのフィット感も悪くない感じ。シャンクが邪魔して入らない箇所ってありますよね。そんなところでこのビットとても便利に使うことができます。ラインナップは2サイズかな。長いのと短いものがありまして、今回は長いものを使っています。六角部分を細く削ってグリップにねじ込んでいます。作業場でやってましたので動画撮ることはできなかったのですが、数枚の写真でご報告を。旋盤が使えればもう少し楽な作業なのでしょうが、手作業で削っています。グリップに差し込む部分に回り止めつけたかったのですが、勘違いから回り止めの羽部分残さず削ってしまいました。失敗です。どうするかなと試しにプレスで押して潰そうとはしてみたものの、工具粉は硬いっすね。ジグに使ったカラーがぐにゃぐにゃになってしまいました。ではとタガネで叩いてみたら刃がこぼれ、何もできなかったっすね。そこまでトルクのかかる道具でもないから、軽圧入でなんとかなるっしょと叩き込んだのですが、スルッと回ってしまいました。シャンクをひし形に削り、エポキシ系の接着剤をモリモリに入れて固定をしています。今のところこれで回ってませんが、かっこ悪いっすね。もうちょっとなんとかしたいです。勉強代と思い、このドライバーもう一回作ってみようと思っています。どなたか回り止めが簡単にできる方法をご存知であればご教授いただきたくお願いいたします。さて、この作ったドライバー、使ってみて軽い作業にとても良いと思っています。コンセプトであるシャンクの細さは、ルーバーやフィンの奥に止まっているボルトだとか狭い場所で使いやすいです。今まで斜めにかけていたボルトにまっすぐアクセスすることができます。それからこの小型グリップですから、オーバートルクの心配がないというのも便利に感じています。フルパワーでいって2ニュートンくらいが限界です。樹脂や薄手のアルミ相手にネジ山を壊しにくいので、組み立てに使いやすいです。家電触るとき、電池の交換であったり、季節の変わり目、分解整備やパソコンの部品をばらしたりと、内部の相手に使いたいときにいいっすね。気に入ってます。ただ、デメリットとしてこの細さですから、めっちゃねじれます。トルクの管理は難しいっすね。シャンク部分ねじれることで力が逃げて、思った以上にネジの締め付けトルクは低くなってる感じ。扱いは難しいです。短いもの、50mm のビットタイプですら 3mm シャンク系では力が逃げるのを感じています。ご留意いただきたいポイントとなっています。ただ、この辺は便利さとトレードオフですから、実際ネジにアクセスができなければ何も始まりません。メインにする道具としては頼りない感は否めませんが、この軸の細さはメリットが大きいと感じています。シャンクがつっかえてネジまで届かなくて困った経験のある方、このビットは本当におすすめ。ベラの細軸ビット、ぜひぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya!